こんにちは、 SBFJ 利根川です。今日は前から気になっていた埼玉県の川にやってきました。あの辺で竿を出そうと思います。あのチョロがあるちょっと先、この辺からこっち向きかな。流れ的にこっちに流れているので、ゆったりなんでこれバランスでできるかも。試しにやってみましょうか。現在の時刻はお昼過ぎ。今日も太陽は全力なので吹き出る汗が止まりません。ちょっと危険なので2便で行ってきました。よし、さあこのちょっと日陰になってるところで釣り台の準備しましょうか。素晴らしい。ちょっと影になるのかな。いやでも太陽がこういくはずなので、でもちょっと影になるな。やったね。そこら辺から出す感じですね。釣り台セットするところ取れてなかった。釣り台完成。新品です。友達からもらった誕生日プレゼント、2個のうちの1個。今40センチぐらいの鯉が泳いでった。いるんだな。あれ、さっきいた死んでるか。もう血を吸ってるということは、私の血を吸ってしまったかでしょうか。ここで潰してしまった。恐ろしい。竿はヘラ V10.5 尺、仕掛けは竿袋に巻いてありました。なぜならば 10.5 尺だから。この中に 10.5 尺は入っていないのでした。ボディ7センチの細パイプといっても管理用と比べたら太いですが、パイプトップにしましょうか。なんかバランスでもできそうなぐらいゆったりした流れだったのに、ちょっと風で波だったのか分かりませんが、速くなっちゃったのでドボンにしましょう。太いパイプトップの6ミリに6ミリじゃない、ボディ6センチにします。来そうに開かない。いただきます。うまい。よいしょ。コンパクトタオル給水。ゴミは必ず持ち帰りましょう。利根川との約束です。餌はいつもだと芋、綿、シンベラ、底ですが、今日は芋の代わりにですね、ノズリグルテンを使ってみようと思います。ノズリグルテン、シンベラ、底の綿で。よいしょ。ぐる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 てんぐるぐる。給水。よし、それでは1投目よろしくお願いします。よし。気をつけないとちょろっと出ている木に道糸を引っ掛けてしまうので少し右を向きました。水深は約1本。
分かりにくい表現ですが、約1メートルと思ってもらえれば大丈夫です。重りは 0.8 号のナス型重りをつけた重りベタ。最初のうちはテンポよく、10分くらいで浮きに動きが出始めました。今浮き動きましたよね。今の取ればよかったけど、なんか嫌な予感がするな。これは足が4つあるやつかい。あ、沖を錦鯉が泳いでる。錦鯉かな、白いな。錦鯉かヒブナ、錦ブナ。さあ伸ばした方がいいのかな。ブツブツ独り言を言った後、次の餌を投入するため仕掛けを回収すると、これ魚だな。魚だったよ。魚でしたよ。でっかい、多分鯉でしょ今の。合わせてないんですよ。だからいたのが引っかかっちゃったか。下針をこれだけ伸ばすやつはもう鯉以外に考えられません。カメかと思いましたが、あれはぐんぐん魚の動きをしたので鯉でしょうね。針を交換して次々、いや曲げちゃおう。針を内側にぐっと曲げて餌を投入。なんだか今回は針を曲げてもしっくりくる形にならないな。うまく元の形に戻らないけど、まあいいかと胸のどこかに引っかかりを覚えたまま妥協していると、これは次の一投です。スコンとめちゃくちゃいい当たりだったのにすっぽ抜け。こりゃダメだと針を交換。いい機会なので上下両方。ケチっちゃダメですね。めちゃくちゃ空の様子が怪しいんですが、あっちが住んでる方です。今大雨が降ってるそうです。ヤフーの天気予報が大雨を知らせてきました。今日はもちろん家を出る前に天気予報をチェックしてました。ウェザーニュースを見る限り、この辺りはあと1時間半後くらいに降り始める予報。今さっき確認したら変わっていなかったので、まだ1時間弱は釣りができそうです。今日のお昼は道中つけ麺でも食べてから来たいところでしたが、昨日の夜冷蔵庫で発掘してしまった賞味期限切れのマルちゃん冷やしラーメン。マルちゃん冷やしラーメンか。今日はこれを茹でて食べました。7日賞味期限を過ぎていますが、まあきっと大丈夫でしょう。というか大丈夫でした。さらに冷蔵庫に入っていた鶏チャーシューをトッピングしてそれっぽくいただきました。子供の頃夏休みによく食べていたので、マルちゃんの味は思い出の味です。おお、とりあえず船ですね。あ、上怖え。でっけえ船。よーし、しょっしょっしょイン。おお、34センチのマブナさん。金ブラさんかな。銀じゃないと思います。金です。ごめんよ。ごめんよ。34センチのマブナさん。よいしょ。はい、ありがとう。鯉ばっかですけど、鯉だけじゃなかった。やばい。向こう側でと言ってましたが、こっちも暗くなってきちゃいました。こっちも暗くなってきちゃったってことは、下手すりゃ降るんですかね。
やばいよ。真上もちょっと暗いです。みたいな、見えます？白いんですよ。錦鯉なんですよ。あの子釣りたいな。わあ、錦鯉さん。魚って流されることあるんですね。何を言ってるかわからないかもしれませんが、川の流れに沿って鯉がゆっくり流れてきました。いや、あいつ多分居眠りしてましたよ。流れのない場所で魚がとどまっているというのは見たことありましたが、こうやって上層で分かりやすく魚がサスペンドして天草へ流されているというのは初めての体験。これは止まりそう。食ってんじゃない？食ってるんじゃない？あっ、うわー、残念ながらこの子はアッパーでした。マブラさん、アッパー食ってなかった。ごめんね。今降ってきてしまいました。雨が降ってきてしまいました。結構ぼちぼち降って雷もちょっと光ってます。雷も意外と近いですが、近いぞ。ちょっと休憩しますか。荷物はこんな感じで雨からはガードしてあります。パラソルの下でやり過ごすつもりでしたが、これはもう無理です。荷物を雨で濡れないよう覆って車に避難いたします。命からがら車に逃げてこれもんです。いやー、水すごく、雨すごかったな。いやー、水少なかったですけど、これ明らかに増しましたね。おそらくこれが上限なんですが、ちょっとマジで危ないので撤収準備します。服がへばりつくほど雨にやられていますが、道具のお片付け明日の午前中外に干します。あと1時間くらい釣りはできそうでしたが、流れも速くなっていたので、まあ無理でしょう。釣りは遊びですからリスクは回避します。夜、友達と町田商店でラーメンを食いました。豪雨の翌日来てみましたが、このチョコレート湖が見えるでしょうか。4段出ているのでめちゃくちゃ浅くなっちゃいました。水がなくなっちゃった。昨日あそこの面まであったんですよ。パツパツだったんですけどなくなっちゃいました。ここで夕まずめリベンジするつもりだったんですが断念。お預けか、悔しいな。今日は風が少し強いので一段低くなった場所に釣り台を設置。よし、浮山の里に移動しての1投目、日が変わりました。よろしくお願いします。移動する時間もなかったのですぐ近くにあった浮谷の里。だって釣りする気で家出てますから、竿を出さずには帰れませんよ。釣り台に招かざる客がやってきました。こういうとこで怖いのはこれですよね。ムカデスさん、これちっちゃいからいいですけど、でっかいと怖い。2ヶ月前に投稿した動画と同じセッティングですが、今回も竿は5尺、流れがあるので那須型 0.8 号の外通し、おもりベタのドボンでやっていきます。へいへい、来たよ来たよ柔らかい竿で楽しいなこれ。いやー、この竿は気持ちいいなマジで。あ、いや柔らかいくせにパワーもあるんですよね。ねっと、お
大丈夫かな、ちょっと確認しよう後で。ふなよいしょ、マブラさん、センキュー。ヘラブナさんがいるらしいですからね、期待が高まります。それにしても2ヶ月前に来た時より緑が段違いに生い茂ってます。画面右上にリンクが表示されていると思うので、よかったらチェックしてみてください。体重も2ヶ月で10キロくらい減っているので、心なしかお腹のお肉のボリュームが減ったような、心なしかというよりは体重計に現れているので、おそらく気のせいじゃないはず。食っとるね。なんだか上にやられちゃったような子ですが、マブナさん、銀ブナさん、ありがとう。すごいダッシュした。昨日の今日で川から水がなくなっていたので、すぐ近くにある浮谷の里も水がないかもと思いましたが、満水で助かりました。今日は地味に風が強く、一段下がったくぼみに座っているので、竿や浮きに風の影響は受けていませんが、顔だけに風を受けて微妙に気持ち悪いです。よし。よしよし、マブルさん、マブルさん、ありがとう。今さっき、本当に今さっきの話なんですけど、雨も降っていないし雷も落ちていないのに、突如パソコンの電源が落ちました。エアコンがガス抜きなのかよく分かりませんが、プシューンみたいな音がした瞬間だったので、漏電かなんかでブレーカー落ちちゃったのかなと怖くなってしまいましたが、ブレーカーを見ても全てがオン、つまり落ちていません。大丈夫。この子は今日一綺麗な銀ブナさん。よいしょ、ありがとう。さっきの話の続きですが、家の前に出てみました。周りの家の人は誰も外に出ていなかったので、うちだけなのかなと思いましたが、テプコ旧東京電力のサイトを見たら、この一帯が停電になっていました。漏電とかそういうのじゃなくて助かりましたが、いやー、停電は編集もできなくなるし、やることもなくなりますね。パソコンがつかないってこんなに暇なのか。う。同じ魚体かどうかは分かりませんが、小ブナさんのラッシュが来ました。Thank you。停電の復旧予定まであと1時間半。どうしたものかと気が抜けてしまいましたが、冷蔵庫を開けた瞬間、肝が冷えました。そう、その間冷蔵庫、冷凍庫全てが止まったままです。とりあえずダメになる覚悟でスーパーカップバニラ味をやけ食い。ダイエット中なのでバニラアイスは控えてたんですよ。あ、小一子さんじゃないですか。魚種が変わりました。小ブナさんから小一子さんになりましたね。よいしょ、ありがとう。糖分を摂取して頭が回ってはたと気づきました。そうだ、ブルーティーのポータブル電源があった。どのくらい持つかは分かりませんが、車から下ろしてつないでみると、冷蔵庫の消費電力は100ワットちょっと。これなら6時間以上は持ちそう。災害時に使えるわけではありませんが、応急処置としては必要十分です。どのぐらいだ、サイズどのぐらいだ、サイズアップしないあ、でもちょっと下かな。
ちょっとサイズアップしたマブラさん、ほんのちょっとですね、一回りくらいでかい、3センチぐらい。ありがとう。まだ時刻は18時半頃ですが、やっぱり日が落ちるのが早くなりましたね。秋が近づいているのを感じます。おお、これはちょっと手応えあるよ。変わらないあ、でもちょっと走るな。銀ムダさんがさらにサイズアップしました。マグロさんですね。推定20センチじゃない、いや23センチぐらいあるかな。ないな、21センチ。あ、推定です。はい、ありがとう。そんなこんなで上がりを釣っちゃいました。なんと本日最小サイズ。デカマソ食ってんのか。食ってるこの口細を食ってたんですよ。それにしても雷に命を脅かされ、晴れているのに停電が起きたり、ちょっと非日常的なことばかり起きているので、気持ちを引き締めて生きていきます。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。気をつけて釣りしろよと思ってくれた方、評価ボタンを押していってください。チャンネル登録は皆さんしてくれていると信じてます。ではではまた次の動画でお会いしましょう。